緊急事態、アメリカ国債の切り札、オペレーション、ツイストはトランプ関税への対応策となりうるのか。皆さん、このチャンネルは、極めて際どい内容を述べている関係でステルスバンを受けている可能性があります。それを避けるために、チャンネル登録と、いいねをクリックしていただければ幸いです。まず、ここでいうオペレーション、ツイスト、オペレーション、TWIST とは短期国債を売却し、その資金で長期国債を購入する FRB、連邦準備制度理事会の公開市場操作のことです。名前のツイスト、TWIST とは、イールドカーブ、利回り曲線の形をねじる TWIST ということに由来しています。その目的は長期金利の引き下げによる住宅ローンや設備投資の金利負担を軽減することで景気を向上させようとすることです。それをするとなんと、アメリカの短期金利も下げて金融緩和を行うという夢のような景気回復が可能となるのです。オペレーション、ツイストのこれまでの主な実施時期としては、1961年、ケネディ政権下でアメリカが国際収支の赤字に直面していた時期で現在の状況と酷似しています。当時は外国への資本流出を抑えつつ国内景気を刺激する目的で実施されました。2回目は2011年、リーマンショック後の金融危機に対応するために実施されました。当時の FRB 議長であったベン・バーナンキが短期国債を売って長期国債を買い、長期金利を低下させて回復を支援した実績があるのです。現在の長期国債の金利が危機的な史上最高値を更新しようとしている今、アメリカが取り得る政策はこれしかありません。今回はタイパタヤからマレーシアへ旅行をしましたので、マレーシアの映像をご覧になりながらお聞きになってください。さて、今関税戦争でめちゃくちゃに非難されているアメリカのトランプ大統領なのですが、実はトランプ大統領が戦っている大きな目的は、自由主義経済の受益を享受しておきながらも自らは今もって管理経済、例えば為替の管理や私企業の強制管理、産業スパイなどを活用した革新的技術の強制移転、情報の統制、国民への弾圧による独裁政治体制、自国の土地を国有化した国の土地を買収し占領する体制などで競争国に優位に立つことで米国を支配しようとしている中国超限戦で挑戦してきている中国共産党との経済でカップリングなのです。中国が関税戦争でアメリカの長期国債を売却してアメリカの経済手話を崩壊させようと目論んでいる今まさに、アメリカ国債を世界で最も多く所有している日本の有するアメリカ国債はこのようなトランプ関税に対しての対抗手段として利用することが可能と思われるのです。というのも過去、アメリカが無謀な MMT 理論によって後押しされた史上最大の国債残高を積み重ねた結果、全体の国債残高、つまり借金が36兆ドルもあり、その一部の返済期限が今年中に差し迫っており、今年前半までに 9.3 兆ドルも返済しなければならず、その返済がデフォルトになりそうになっているのです。そんなことでトランプ大統領はアメリカ経済の崩壊を食い止めるために関税を利用して国債借り換えの金利を下げるという努力をしていることを忘れてはいけません。日本の赤澤大臣がアメリカと関税交渉をしたようなのですが、その前に森山幹事長が中国に訪問するというのは、日本が中国寄りと示すことでトランプ大統領の感情を害して、出張費という日本国民の税金を無駄に使った大変遺憾な行動なように思えます。トランプ関税への対抗手段として、アメリカが実施してくるオペレーションツイストの手助けとして日本の国債借り換えに関しては、例えばこれは実現可能なのかよくわかりませんが、例えば、現在日本が所有しているアメリカの長期国債を年利 2% などの低金利で借り換えてあげる旨、トランプ大統領に提示することで、トランプ大統領が課している日本への関税と駐留米軍維持費を減少してもらう交渉をすると良いようにと思われますが、皆様はいかがお考えなのでしょうか。というのも、現在予想されている来るべきRRR5合意による防衛の傘と引き換えでの100年金利0歳に借り換えることをトランプ大統領から交渉されるよりはまだマシなのではないのでしょうか。今こそ日本はロシア、中国、北朝鮮などの社会主義国家と戦う自由主義経済のリーダーとしてのアメリカに協力する意思をアメリカのトランプ大統領に示す時なのではないのでしょうか。というのも、今まさにそのアメリカ国債が関税戦争で敵対する中国などに投機的に売られすぎて、その価格が下がることで、アメリカの長期国債の金利が危険なほどにまで上昇してきており、
このままではアメリカ経済の崩壊が目前にまで来ているのです。まずいことに、マール・ア・ラーゴ合意によってアメリカの国債を100年間利子なしの100年債に取り替えるという目論見がマスコミに漏れたことで、これまで80年以上も続いてきた世界の基軸通貨としてのドルの信頼への崩壊が始まっているのです。それは政府資金援助に支援されたと考えられる MMT 理論による積極財政での国債残高の増加とドル紙幣の過剰な印刷によって引き起こされ、ドル通貨の信頼が喪失してきているわけなのです。この点では日本も例外ではありません。アベノミクス、黒田総裁から開始された財政を健全化せずに、安易に継続的な国債発行に頼ったレフレ政策による政府支出が行き詰まり終焉を迎えていることになるのです。この点では積極財政のリフレ派が財政赤字を当然のごとく次世代へ先送りしてきた結果、国債残高の支払いができなくなっているわけなのです。貨幣の信頼を保つためには、ここでは政府支出の無駄を省き、国債発行に頼らない政府運営、つまり小さな政府によるスリム化した経営原則の導入が必要なのです。現在の日本政府に関しても同様に、安易に慢性的な国債発行に頼るのではなく、無駄を切り詰め、小さな政府を目指すべきなのです。とりわけ、税金を支払っている日本人よりも、日本の税金をまともに支払っていない外国人に優遇している政策の無駄を省くことが重要なのです。いくら積極財政派の主張するように、税金を安くして国債発行を続けても、無駄な外国人への支出が拡大されて使われてしまっているのです。たとえ自国通貨での国債発行といえども、日銀が国債を発行して日銀が自ら国債を購入するというのは日本円の国際的な信頼を失い、円通貨が紙くずになることを意味しているのです。それをせずに財務省が財政支出を国債に頼れなくなると単に国民からの税金を増やしていこうとするわけなのです。生活が苦しく、結婚もできない若者を苦しめている現在の高額な日本の税金を減らすためには、何といってもまず第一に痛みを伴う政治改革。例えば、未だに夫婦別姓などの税金の無駄な議論をしている参議院をなくして、スリム化するなどの自らの政治改革が必要なのです。積極財政という前に無駄な財政支出をなくすことが最も重要なのです。特に、税金を母国に納めている外国人への給付をやめて、日本に税金を納めている日本国民への減税を促進する必要があるのです。それをせずにして、苦しい生活をさせられている日本国民の税金だけを値上げし続けてきた日本政府に、反感を持った日本国民が財務省に押しかけて減税を訴えているのが現在の財務省解体デモというわけなのですね。石破総理は参議院対策でせっかくコストをかけて徴収した税金から給付金10万円を無駄に配るという馬鹿げた選挙対策のご機嫌取りを行うのではなく、外国企業や外国人に還付金として使用されている消費税をせめて食料品だけは除外してほしいものですね。現在の財務省解体デモは日本の税金が所得の半分以上も社会保障を含めて税金に搾取されている日本国民の怒りの表れでもあるのです。その根源は税金を支払った日本人への福祉に使用されずに税金をまともに支払わない外国人に使用されている構造が危機的な状況にあることを認識しなければなりません。これはアメリカも同様に警戒し始めている中国共産党による日本への帰化人工作員政治家を利用した日本移住侵略作戦の中国超目線、中国超限戦そのものとして即座に警戒する必要があるのです。中国共産党から支援を受けたと思える岩屋外相は日本の税金で補助を出してまで日本の学校の修学旅行を中国に行かせるというのは大変危険なのでやめていただきたいものですね。中国共産党の戦争をせずに戦いに勝つ戦法としての中国超限戦、中国超限戦の立艦として、まずは中国人を日本で帰化しやすくするためにすでに帰化した日本の政治家を使って帰化の基準を5年という短期間で容易に獲得できるようにすることで、日本の政治や教育界を支配することを目指しています。帰化が日本にわずか5年を住めば無条件で自動的に日本人になれるという馬鹿げた法律というのは世界中を探してもどこにも例はありません。世界中の法律を見ても、その国に帰化するためには10年以上も居住する永住権取得が前提になっているのですが、日本では中国の国家情報法や国防動員法により拘束を受けた中国人が永住権取得の基準である10年の半分のわずか5年間で、たとえ日本語を喋れなくとも日本人になれているという恐ろしい現実があるのです。これは永住権取得よりも帰化の方が簡単であるという隠れ蓑になっているのです。本来、帰化というのは
簡単に取得できるものではなく、非常に困難なことで、他国の人は普通はなれないのが原則なのですが、日本では簡単に5年住めば日本人になれるというわけなのですね。なんともびっくり仰天ですね。日本人が他国で帰化するためには億単位の金額をその国に差し上げるか、その国の言語を流暢にしゃべり、その国の発展に貢献できる資格を厳しく問われているのが普通なのですが、日本では中国共産党からの支持を受けたと考えられる日本の政治家によってわずか期間5年で容易に日本人になれているという恐ろしい制度がすでに作られてしまっているのです。これは日本が台湾有事の際に大変危険な状態にあるというわけなのです。すでに国防動員法や国家情報法によって中国共産党から拘束されている中国人は帰化した後で、日本の政治家や教育者、さらには裁判官などの日本のリーダーとなってしまっており、それらの帰化中国人は国家情報法により永遠に中国共産党のスパイとして活動するか、または国防動員法による中国軍の戦兵隊として活動することが本人の意思にかかわらず強制的に義務付けられているのです。日本の政治は日本人が日本人のために行う必要があるので、日本人のための日本人による政治を確立しなければなりません。財政危機に直面している現在のアメリカは中国による日本侵略から日本を守ってはくれず、独自で防衛機能を備える必要があるように思われます。核爆弾を保有せざるとも、余った廃棄物を集めてミサイルに保存して発射できるようなミサイルは準備しても良いように思いますが、皆様はいかがお考えでしょうか。現在日本の再生エネルギー賦課金が中国共産党の企業である上海電力に流れています。日本の労働者を育成するのではなく、外国人労働者を雇用すると雇用した企業に1人72万円の補助金が我々の貴重な税金を使って支払わされています。さらに去年、日本人の学生には生活給付金は支給されていないのにもかかわらず、我々日本人がなけなしのお金で支払った税金で2904名もの中国人留学生一人一人に最大年間260万円もの生活給付金が支給されているのです。日本人が入学困難な東大大学院などの高等教育機関に国家情報法に拘束されている中国人の学生が日本の税金の補助を受けた簡単な留学制度を利用して多数入学を許しており、これは中国スパイの育成に日本の税金が使われていることを意味するのではないのでしょうか。また、日本の消費税は年金などの支出に充てると限定されているはずが、現実には中国人や中国系輸出企業に還付金として還付させられ、日本の富を中国共産党に吸収されているようなのです。さらに日本での相続税の支払いのために売却を余儀なくされた我々日本人が先祖から受け継いできた貴重な日本人の土地が相続税の存在しない中国共産党員に購入させて日本の土地の大部分を中国共産党の私有財産とすることで日本の領土を占領してきています。その隠れ蓑としてすでに中国共産党はガッツガッツに加盟する際の土地規制の例外規定を設けており、自国の土地は外国人に購入させずに他国の土地を購入できるという戦争戦略上、他国に不平等な例外規定を設けるのに軍事戦略上からまんまと成功しているのです。そのような中国共産党には同様な措置を取るべきなので、日本が加入している GATS、ガッツの例外規定を見直すか、ガッツに加盟させるべきではなく、そうでないなら日本はガッツGATS の軍事戦略上不平等な規制を見直すか、アメリカが現在関税戦争を起こしているように無視し、現在中国も日本も同様に加盟している外国人の土地規制が認められている RCEP の条約によって自国の土地を売らない国とは相互主義の原則や防衛という目的で外国人の購入に対しては土地規制を設けるべきなのです。諸外国では土地規制だけにとどまらず、マンションの購入にまで約2割程度までの購入許可と制限しているのが普通なのです。そこでは RCEP、RCEP の条約によってすでに世界中で数多くの国々が外国人土地規制を導入しているわけなのです。自国の土地については外国人が買えず、購入可能なのはマンションのみの購入が許可されている国が普通なので、
すでに買われてしまった日本の土地だけはマンションを除いて国防上の理由で10年間の猶予を設けて日本人に売却する義務を有する法律を設けると良いのです。売却しなければ10年後は日本政府が没収するものとするわけなのですね。それと並行して現在、中国共産党は国連に賄賂や献金を配って後押しされたと考えられる夫婦別姓で日本の戸籍制度を崩壊させようと試みているようなのです。そのことによって日本でのビザ緩和と永住権を中国人に取得させるか、あるいは日本人に帰化させやすくすることで、国防動員法で帰化後も常に中国共産党に忠誠を誓わされ、行動を指令される中国人老人や中国人留学生を数多く日本に移住または移民させることにまんまと成功しているのです。または公正な選挙を通して媚び中よりの政治家を育成したり、日本の政治家を買収やハニートラップにかけることで日本の岩屋外相のような日本を代表とする政治家や教育者、裁判官という日本のリーダーに育て上げることによって日本全体を中国共産党が中国に有利な制度づくりをして戦争をせずに日本国民を支配するという大きな目的があるのです。特に中国からはアメリカでは禁止されている家族再統合、チェーンイミグレーションで移民した中国人が自分の親族の両親、特に中国老人を呼び寄せ日本の後期高齢者医療保険を利用して日本政府から補助の出ている老人ホームで介護するようになっているのです。言うまでもなくこのような中国老人は収入がないことから一度も日本の税金や保険料を支払わないで日本国民の血税で成り立っている日本の健康保険にただ乗りできているのです。中国移住者や帰化人には年取った両親は一度も日本の健康保険や税金を支払っていないことで後期高齢者医療保険をただ乗りするような呼び寄せを禁止する必要があります。もともと中国人はいつまでも中国に納税しており、日本に移住後も中国の所得は永遠に中国共産党に納税義務があるのです。今こそ日本国民はこのことを肝に銘じて、現在の日本の税金を高騰させている中国超限戦という現在密かに進行している現実に注視して我々日本人の子供たちのための未来を中国共産党から守ってあげるために強く声を上げなければならないのです。そこで即座に岩屋が今回与えた65歳以上の中国老人への後期高齢者医療費ただ乗りビザ緩和は即座に撤回させるべきなのです。驚くべきことに現在でもわずか500万円の少額投資のみで経営投資ビザ、あるいは500万円さえもいらないもっと条件の緩い抜け穴的投資家ビザなる永住権に近い不可思議な特権が中国人に与えられている。しかも5年後は日本に帰化できてしまう恐ろしい制度なのです。本来の投資家ビザなどというものは通常億単位の投資家に与えられるべきものであるにもかかわらず、ビザ緩和と社会保険制度の抜け穴になっているのである。さらに今回また新たな中国への10年ビザ供与と65歳以上の中国老人への日本の後期高齢者健康保険ただ乗り医療ビザの新設なのである。これほど我々日本人から徴収された血税を中国人に使われるようにする岩屋のような日本の政治家は中国共産党からパーティー券購入などの政治献金やハニートラップなどによって取り込まれているのではないのでしょうか。この種の日本での納税もまともにしないで中国本土に納税している中国人優遇をなくし、現在でも健康保険料金を含めて自らの所得の半分以上を日本に納税させられている日本人を優先することが重要なのです。最近の財務省解体でもあまりにも日本国民が泣く泣く支払った税金が外国人優遇に使われ、日本国民の所得の半分以上も税金に取られていることへの不信感の表れなのです。このような本来非常に重大なことを議論しないで、中国共産党によって支持されたと思える選択的夫婦別姓などというくだらない無駄な議論をする国会議員は税金の無駄なので参議院をなくすなどして半分にスリム化、削減すべきなのであります。中国共産党によって指令されたような議論する必要もない中国共産党よりの夫婦別姓を議論する時間があったら、中国人に食い物にされている現在の日本の社会保障や日本の領土としての先祖から受け継いできた貴重な日本の土地を日本国民のために中国共産党の密かな侵略戦争から守り抜くことを即座に議論する必要があるのです。その例としてとうとう今回岩屋が中国と約束した65歳中国人老人ビザ緩和が本格的に特定活動国時35号として実施されてきました。これは非常に問題で日本の健康保険をただ乗り破壊する恐ろしいビザ緩和なのです。私は必死に日本全国の皆様が早急に立ち上がってくれることを願って訴え続けているのです。我々は将来の日本の子供たちに中国の健康保険ただ乗りから日本の健康保険を守ってあげなければなりません。
特に今回岩屋が与えた65歳中国人老人は1年間滞在可能で更新ができ放題のビザとなっているので、現地での所得が評価できないことから日本の健康保険にただ乗り同然で加入できることになっているのです。岩屋は健康保険には入れないと説明しているが、実際には在留カードを付与した健康保険に65歳以上の中国老人が加入できることが判明しました。外国人には相互対等の関係から自費で民間の健康保険に加入を義務付ける必要があるのです。前回も申し上げましたが、現在私は今タイランドパタヤでプチ移住生活をしております。その理由は日本の健康保険や税金の支払いが高くなりタイパタヤに逃げてプチ移住してきたのです。日本の健康保険の支払いが高くなっている原因が外国人への無駄な保証が原因ではないのかと思いこのコンテンツを作成いたしました。タイパタヤからマレーシアへ旅行をしましたのでマレーシアの映像をご覧になりながらお聞きになってください。なぜ世界各国が中国人ビザ緩和を警戒し制限してきている中で、日本の岩屋外務大臣だけは今回中国人だけが10年ビザ取得と65歳以上の無制限ビザ供与なのでしょうか。特に65歳以上の中国人後期高齢者は医療を受ける確率が異常に上がり、大量に押しかけてきて日本の誇る国民皆保険制度が崩壊するのです。岩屋は日本国民の怒りにびっくりして10年ビザや65歳以上の中国人老人は日本の健康保険には入れないとごまかして弁解しているが、制度上どこにも健康保険に加入できないとは規定されてはおらず、実際には滞在延長をすると現場の役所職員は65歳以上で90日間滞在した中国人老人の日本の健康保険への加入を断ることができないことになっており、日本国民の皆様は岩屋にごまかされないようにしてください。健康保険の加入条件が3ヶ月というのは現地の保険料金の算定が1年間遅れてくるので加入条件を1年とすべきなのであり、現地の所得評価も加味できるようにしなければならない。それらもなしで無条件で与えた65歳以上の中国老人ビザ緩和については岩屋は中国共産党から過去のハニートラップの弱みで要求されたビザだったのではないのでしょうか。というのも、なぜ全世界共通のビザ緩和なのではなく65歳の中国人のみの1年間ビザ緩和というのは極めて不可解なビザなのです。日本の健康保険料金は前年度の所得で計算されているのだが、外国人の場合には3ヶ月滞在のみで外国での所得が評価されていないので無料となり、ただ乗りで生活保護の申請も可能となっています。その点では過去多数の悪用された事例が報告されているのです。私が最近確認した情報によると特に今回岩屋が与えた65歳中国人老人は1年間滞在可能で更新ができ放題のビザとなっている。これは岩屋が与えた中国共産党員向けの健康保険ただ乗りビザではないのでしょうか。つまりこのビザでは日本の健康保険にただ乗り同然で加入できることになっているのです。これは日本国民にとっては大変な非常事態なのであり、将来の日本の誇る健康保険の破壊につながってくるのです。今こそ我々日本国民はこれを絶対に阻止すべく声を大にして立ち上がる時である。現在でも日本に中国人だけの老人ホームが増えてきている中で、さらに岩屋は65歳以上の中国老人のビザ緩和を行い日本の医療制度を悪用させて日本全国を中国のおバステさんにするつもりなのでしょうか。そのせいで現在の高額療養費が増えて値上げされるらしいのです。現行の日本の健康保険料金を値上げする前にこの種の中国人への無用な支出を即刻廃止や是正をすべきなのです。これは日本人差別と言っても過言ではありません。これは日本の誇る健康保険の存続の危機なのです。岩屋外相の引責辞任を強く求めますという SNS は実際には30万人の署名があったらしいのですが、なぜか3万人と発表されているらしいのです。これは岩屋が中国と確約してきた言論統制の一環なのでしょうか。中国人に支援をする日本人差別はやめてもらいたいものですね。中国人から我々日本人の子供たちから社会保障を守ってあげねばなりません。すでに現在岩屋を含めて日本の政治家は日本国民への奉仕精神を失い、中国人帰化人や岩屋のように中国から賄賂やパーティ券に影響を受けた政治家に支配されているように思えるのであり、将来の日本は中国共産党に支配される非常に危険な状態にあると言わねばならないのです。いや、もうすでに支配へすっぺているのではないのでしょうか。今の選択的夫婦別姓も中国が国連に賄賂を配って買収した役員により日本の国籍を破壊してスパイを日本に侵攻させる中国の超限戦の一環なのではないのでしょうか。日本の政治は日本人による日本人のための国益重視
トランプの主張するような日本第一主義でなければならないのです。日本の税金は日本人にのみ使用されるべきで、中国人に悪用されてはいけないのです。今こそ全国民が立ち上がり、将来の日本の子供たちのために、中国人による中国共産党のための日本政治への関与や統制を防ぐ必要があるのです。日本もアメリカトランプ大統領のように日本国民一人一人が尊敬しうる日本の総理を選出できているのでしょうか。イーロン・マスクが政府効率化を目指すアメリカ第一主義による既得権益や天下りなどの打破が日本でも可能なのでしょうか。今こそアメリカ大統領のように日本の国民一人一人自ら日本人の大統領を直接選べるような大統領制を日本国民が選挙で主張することで導入すべきなのです。ここでトランプ大統領の言葉を借りるならば、今こそ日本国民に税金をかけるのではなく、外国人や外国企業に優遇されている消費税の還付金を含めた免税制度などのあらゆる税金特権を排除することによって日本国民を幸福にするのです。日本国民から徴収された多様な税金を使う多様な生活給付金や補助金などは日本人にのみ使用されるべきなのです。それこ自国の政治家や公務員には外国生まれの帰化人は制限するべきなのが世界の常識なので、一刻も早く日本も帰化人による日本の政治への関与を法律で制限規定を設けなければなりません。今回岩屋は中国のように日本も言論統制を約束してきているようだが、逆になぜ日本は民主主義国家として毅然とした態度で中国共産党に日本のように自由に発言を許可するよう進言しなかったのでしょうか。日本政府は中国とは今回の大幅で不平等な言論規制やビザ緩和などではなく、ロシア、中国、北朝鮮以外の世界中の多くの国々が自由な発言を促進しつつ中国への渡航危険勧告を出しているように、今回のビザ緩和などではなく、逆に中国渡航への危険情報最高レベル4の渡航危険勧告を出すべきなのであったのです。今の日本政府を代表する岩屋外相は日本国民の身の安全を優先するよりも中国共産党との協調や意見を尊重するらしいのです。また、なぜ中国人は生活保護を日本でもらえているのでしょうか。日本の憲法に日本人にのみ支給すると規定されているように、中国人は生まれ育った中国で生活保護をもらうべきなのではないのでしょうか。また、なぜ日本人学生には奨学金が返済義務を持って給付され、卒業時には平均して300万円借金しているのに、国防動員法や国家情報法によって束縛されている中国人留学生には無償で支給されているのでしょうか。今すぐ中国人留学生の支援をやめて日本人学生に子供が産める余力を与えるべきなのです。特に中国人の日本生活保護者は中国に強制送還すべきなのです。生活保護や医療保険、生活給付金は日本の税金を支払っている日本人の困窮している人のために支給されており、日本人は生活保護をもらうのに対面上記にして申請もしない人が多い中で、中国人は中国で豊かな人にまで我もと積極的に申請しているのです。例えば中国の元外交官の男らが新型コロナウイルス対策のコロナ支援金2530万円を騙し取ったという事実があるように、本国では裕福な中国人留学生や中国大使館の中国人職員にまで日本の支援金が悪用されており、中国での所得や資産が評価できずに給付されているのが現実なのです。特に所得評価は1年後になることから、来日3ヶ月では無所得となり、生活保護が申請でき受給できることになっているのです。1年後も中国での所得を評価しても納税は中国になるので、1年後も日本での税金評価は日本での所得のみとなるのです。つまりほとんどの中国人が中国での資産や所得を日本では評価できていないことから、日本では無所得と評価されているのです。中国人はいつまでも中国での所得は中国本国に納税しており、日本に移住後も中国の所得は永遠に中国共産党に納税義務があるのです。そのせいで来日して即刻日本の生活保護を申請するケースが後を絶たなくなっていることから、それに比例して年々日本人が支払う税金も高くなってくるわけなのです。それゆえに外国人に日本人が汗水働いて支払った税金で支払われる生活給付金や医療保険は支給すべきではありません。人道上の理由と弁明するのであれば、相互主義の原則で本国での収入を調査できた上で、日本人も生活保護をもらえる国にのみ限定すべきなのです。中国人の土地購入についての GATS、ガッツの規定も中国は例外扱いされており、不平等なものになっています。
そこで諸外国では生活給付金や健康保険は適用されていません。中国人の土地購入も GATS ガッツの規定では不平等なものになっており、 RCEP、 RCEP 条約ではその GATS ガッツの不平等な規定を見直し、外国人の土地規制が世界中で認められています。特に生活給付金や健康保険は日本国憲法にも日本人にのみ支給されると限定されているのです。なぜ日本人学生に生活給付金が支給されていないのに中国人留学生には支給されているか。生活給付金や健康保険は日本で税金を支払っている日本人にのみ限定すべきなのであり、我々日本人は中国人や中国人の生活保護者や中国人留学生の支援のために世界で最も高額な日本の税金を支払っているわけではありません。そのおかげで医療の質が低下し、日本人が支払う税金も年々高騰しているのと同時に、今後日本の社会保障を維持するためには健康保険料金を 1.5 倍の値上げと同時に現在の消費税も 15% 以上にも引き上げる必要性が出てきているらしい。そもそもなぜ中国人観光客は日本の税金を全く支払わずに日本の医療保険にも入れるのか。さらになぜ世界各国が中国人ビザ緩和を警戒し制限してきている中で、日本の岩屋外務大臣だけは今回中国人だけが10年ビザ取得と65歳以上の無制限ビザ供与なのか。特に65歳以上の中国人後期高齢者は医療を受ける確率が異常に上がり、大量に押しかけてきて日本の誇る国民皆保険制度が崩壊するのです。岩屋は日本国民の怒りにびっくりして10年ビザや65歳以上の中国人老人は日本の健康保険には入れないとごまかして弁解しているが、制度上どこにも健康保険に入れないとは規定されてはおらず、実際には代理申請や滞在延長をすると現場の役所職員は65歳以上で90日間滞在した中国人老人の日本の健康保険への加入を断ることができないことになっており、日本国民の皆様は中国共産党から政治献金を受けていると疑われる岩屋にごまかされないようにしてください。特に今回岩屋が与えた65歳中国人老人健康保険ただ乗り医療ビザは1年間滞在可能で更新し放題のビザとなっているので、本国の所得を評価せずに日本の健康保険にただ乗り同然で加入できることになっているのです。これは日本国民にとっては大変な非常事態なのであり、将来の日本の誇る健康保険の破壊につながってくるのです。今こそ我々日本国民はこれを絶対に阻止すべく声を大にして立ち上がる時なのです。現在でも日本政府の補助を受けた中国人だけの老人ホームが増えてきている中で、さらに岩屋は65歳以上の中国老人のビザ緩和を行い、日本の医療制度を悪用させて日本全国を中国のおバステさんにするつもりなのでしょうか。このような無駄な出費は全て日本の国際残高の積み重ねを助長しており、我々が痛みを感じずにいるのですが、これはいつかは円安とハイパーインフレにつながって日本国民の生活を破壊していくことになります。外国人生活給付をしたせいで現在の高額療養費も増えて値上げされるのです。現行の日本の健康保険料金を値上げする前にこのような中国人への無用な支出を即刻廃止や是正をすべきなのです。これは日本人差別と言っても過言ではありません。しかも日本人さえも特別な後期高齢者保険料金が上乗せされているのに中国人老人には無料なのでしょうか。岩屋が日本国民にひた隠しで弁明する観光業の経済効果に関しても、実際には中国業者が日本の観光会社を所有し中国人観光の接待を占有しているので、言われているほどプラスにはならず、国際ツーリズムによる経済効果どころか逆に健康保険の多大な経済的損失に結果しているのを日本国民にはひた隠しにしている。これについて中国では岩屋個人が年末に大きなクリスマスプレゼントを持ってきたと大喜びで感謝感激雨あられなのである。これは岩屋個人にとっては多大な利権があるのかもしれないが、我々日本人全員にとっては大きな被害や損失となるのである。これほど中国に有利な条件を提示する岩屋という人間は本当は中国人あるいは中国スパイなのではないのか。そうでないなら中国人として帰化すべきなのではないのでしょうか。あまりにも中国人への無駄な援助や中国人に有利な制度作りが過剰すぎ異常なのである。積極財政派の日本人も税金を取る財務省や総務省を悪者扱いをしているが、実は日本の血税がこのような中国人への補助に悪用されていることが今の税金や社会保障の料金が値上げしてきている大きな要因だったのです。今後は健康保険を中国人観光客がなり代わり代用などの悪用を避けるために
健康保険証の本人確認写真の表示を義務付けるか、パスポートで本人確認を求めるか、あるいは世界中で普及している国民皆保険制度は日本人にのみ限定する制度としての見直しをすることが重要なのです。いくら積極財政派の主張するように国債発行を増やしてもその使い道が中国人への補助仕様で増加してくると現在のようにすでに国債残高が GDP 比で世界一の積み重ねとなっているのにもかかわらず、日本国民は貧しくなっていく一方なのです。中国人への補助を拡大しつつアベノミクスでの積極財政を続けてきた結果は円の価値を失い日本人全員が貧しくなってきているのが現実です。積極財政という前にまともに日本の税金を支払わないこの種の中国人補助への無用な財政支出や参議院をなくして国会議員の数を半分に削減しなければなりません。選択的夫婦別姓は現況のままで何が問題なのでしょうか。そんな時間があるなら日本人に重要な中国人ビザ問題を議論しなければなりません。これほどの国会議員がいながら実施してきた結果は中国人への補助拡大による日本人へ増税路線でしかなかったのです。支払った自分の税金が外国人の生活保護や医療保護に使用されており、自分に返ってこないことを察知した賢い日本の若者や富裕層たちはもはや日本に税金を支払う意思を失い、海外へ逃亡してきているのです。なぜ自分たちが支払った税金を日本人は享受できていないのでしょうか。日本人はお人よしすぎるのでしょうか。なぜ相互対等に中国との交渉ができないのでしょうか。日本人も外交の相互主義という基本原則の中で中国での10年ビザや65歳以上のビザや医療保険の補助はないのか。岩屋の主張する経済効果や国際ツーリズムの観点からのビザ緩和というのなら今回の交渉では中国と対等に30日間のビザ免除の解放のみでよかったのではないのか。最近また人乳もウイルスという第2のコロナとして新たなパンデミックが大流行しており、死亡率は COVID-19 の20倍以上もあるようだ。しかしながら中国政府は前回のコロナパンデミックと同様にまたもやこのことを巧妙に隠蔽している。最近アメリカのホワイトハウスで立証されたコロナ人口説による中国武漢研究所から漏れたとされるウイルスを隠蔽し、十分な安全性が検証されていないワクチンを強要した中国共産党に支配されている WTO からはアメリカと同様に日本も脱退すべきなのです。日本も中国にはコロナ被害の補償を求めるべきなのです。特に中国に買われてしまった日本の土地を賠償金として確保することも考えてよいのではないのでしょうか。今後は中国人が日本に新たなウイルスを持ち込み侵入してくるのを早急に止めねばならないのです。この新たなパンデミックを理由にして即座に今回の中国へのビザ緩和を早急に廃止すべきなのである。岩屋は中国から新たなパンデミックを持ち込ませて日本の医療保険を使って中国での所得を加味しないで日本の税金を支払わない中国人に無料で治療させる気なのでしょうか。10年ビザの中国人は日本で今回認められた90日間の滞在、つまり3ヶ月滞在すると中国での所得を無視して日本の税金を支払わなくとも日本の高額な医療保険に加入できるという日本人にとって不利で中国に有利な不平等でおかしな制度になっているのです。さらに特定技能者を含めて留学生などの長期滞在者については健康に重大な問題があっても事前の診断もせずにわずか1ヶ月の滞在のみで日本の健康保険に加入できている恐ろしい制度になっているのです。驚くことに出産手当も日本の税金を逃れた中国人にも支給されているのです。少子化対策のためというのなら日本人のみに出産や育児手当などの福祉は限定すべきなので日本の税金を支払わない外国人には自費で民間の健康保険に加入させるべきなのです。日本の憲法でも日本人が健康保険を含めた社会保障を受けられると規定されている。人道上の理由というなら相互主義で日本人も同様に他国で社会保障が受けられる国に限定すべきなのである。なぜお人よしの日本人は外国人にまで健康保険を適用するのでしょうか。在日中国人が日本の健康保険を使って入手した高額な薬が中国で販売されているのです。さらに在日外国人給付金も中国人に支払われているのです。これは我々日本人が中国へ行くと自費で健康保険や社会保障に加入するのと同じことで、外交の基本原則である相互主義として民間の保険を利用させるのは至極当然なことなのです。我々日本人は日本の税金を支払わない中国人のために世界一の高額な社会保険や税金を支払っているわけではありません。近い将来、日本の健康保険の値上げが決定されるようですが、
その前に我々日本国民はこのような中国人の日本の健康保険ただ乗り制度の即時撤回と廃止を日本政府に即座に要求しなければならないのです。中国で発生したコロナ治療の時も日本の税金を支払わない中国人にも無料で治療させてきたのではないのでしょうか。それを私のチャンネルで問題にしたら人情がない人でなし呼ばわりされたのです。しかしながら過去の外国人のコロナ治療を自費にしなかったせいで現在の日本国債の残高を過剰に積み上げてきたのです。これ以上我々日本国民は日本の税金を支払わない中国人のために年々値上がりしてきている高額な社会保険や所得税の支払い、さらに過剰に行き過ぎた国債残高の積み上げによる円安不況には耐えきれません。積極財政派の日本人も減税を国債発行で賄う前に、まずこのような中国人への無駄な支出を排除しなければ、さらなる国債発行の増大により円通貨の価値が減少して日本国民全体の資産がなくなり貧しくなっていくことを認識しなければならないのです。それゆえに日本の医療保険は日本での税金を中国での所得を加味して1年後に支払った後で加入させるべきか、あるいは外交の相互主義の原則からは至極当然のごとく外国人には別途自費で民間の健康保険に加入させるべきなのです。日本人の税金は税金を支払わない中国人に使用するのではなく、なぜ日本人にのみの使用に限定しないのでしょうか。最近の財務省解体デモでも理解できるように増税で苦しむ日本の若者は結婚できないで子供も育てられない状況であるにもかかわらず、なぜ中国人にはこのような我々の税金の使われ方がなされているのでしょうか。全くこれほどまでに日本の政治は中国共産党に支配されているというのは驚くべきことなのです。このように日本人は中国人のために高額な医療保険やそれ以外の高額な税金を支払わされているのではないのでしょうか。中国の国家安全法や国家情報法、国防動員法などにより日本に滞在している中国人は中国共産党に対して台湾侵攻などの戦争時には中国軍の戦兵隊やスパイ工作員として忠誠を尽くすことが義務付けられているので、中国人観光客や中国人長期滞在者などを含めてたとえ日本国籍を取得した帰化人であっても親族が中国に人質に取られていることからスパイ活動やテロ活動を余儀なくされてくるわけなので、アメリカがそうであるように中国のスパイ工作員や戦兵隊となりうる中国籍帰化人を日本の政治家や公務員などを法律上日本のリーダーにするのを制限しなければいけません。中国、北朝鮮、ロシアなどの独裁国家とは彼らが民主主義国家と生まれ変わるまで日本が中国共産党との経済協力や日中友好などといって仲良くする必要などは全くないのです。アメリカが独裁政権の中国共産党を敵視しているトランプ大統領との協議をする前に現在の中国共産党との日中親善や協調などは全くの無駄で悪用されるだけなのです。むしろ中国共産党にはアメリカと共同で経済包囲網、経済でカップリングを確立し孤立させて民主国家への変身を促させる必要が日本政府にはあるのです。彼らは自国が経済発展して武力をつけると現在のロシアがウクライナで武力侵攻しているように自国の領土拡大を狙って日中経済協力で培った軍事力を使って日本を支配してくるのは明らかなのです。今や尖閣や台湾も危険な状態なので、お人よしすぎる日本政府はこのことを肝に銘じると同時に、自分たちの生活が苦しい中で支払った血税が日本で税金をまともに支払っていない外国人に使われていることに一刻も早く気がつくべきなのです。これは日本国民に奉仕精神を持ち、日本を第一に考える政治家を選ぶことができていない選挙構造になっているからに他なりません。このことをぜひ日本国民に拡散をお願いいたします。我々日本の子供たちの明るい未来のために声を上げていきましょう。それではまた次回にお会いいたしましょう。さようなら。